こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドのりたけのデザイン、牙城その2を見ていきたいと思います。オールドのりたけのデザイン、牙城その1でもお話ししたように、森村組は1895年、ニューヨークに図案部を設立します。ニューヨークの図案部で最新の流行を取り入れたデザイン画を描き、一部は日本へと送られ、デザイン画城と呼ばれました。そしてもう一部は商品カタログとしてアメリカのセールスマンが持ち歩いて注文を受けていました。商品カタログとしてアメリカのセールスマンが持ち歩いたものは2種類ありました。一つは見本帳と呼ばれるもので、背景が黒一色、1ページに数点の器が描かれています。もう一つはセールスマンページズと呼ばれているもので、背景は白、1ページに1点のみ器が描かれているものが多いです。見本帳は明治時代末期から大正時代までであるのに対し、セールスマンページズは大正時代以降のものが多いと言われています。では、デザイン画と器を見ていきましょう。左側はお皿のデザイン画です。右側は小物入れです。桜の花見で提灯が出ています。着物の女性2人と子供が踊っているように見えます。いかにも欧米人が好みそうな日本の風景です。石田工場を意味する石田が手書きでデザイン画に記されています。こちらの画面左側は水差し型花瓶のデザイン画です。右側はリストって葉巻入れです。背景のぼかしや桃がデザイン画通り忠実に表現されています。デザイン画は折本形式の画像として作られているため、隣のページのデザイン画が写ってしまっています。赤い矢印のところをご覧いただきたいのですが、図柄が重なってしまっており、残念です。では、見本帳と器を見ていきましょう。左側は見本帳です。2ページにわたって同じ図柄の形違いの器が描かれています。図柄は金森草花紋バラ図です。右側は同じ図柄のビスケットジャーです。こちらは先ほどの見本帳と同じ図柄の器です。左側はシュガー入れとクリーマー。中央は花瓶。右側は先ほど動画でご覧いただいた水差し型花瓶です。緑の背景に金森で草花が描かれており、まるで着物の帯模様のようです。和洋折衷の美しさが際立っています。左側が金森ぶどう図の見本帳です。右側は同じ図柄の花瓶です。写真ではなかなか伝わらないのですが、実際の見本帳では金森が立体的に表現されています。ぶどうが写実的に描かれた上に金のぼかしが施され、華やかです。こちらは日本に送られたデザイン画とアメリカのセールスマン用の見本帳で同じ図柄のものが存在したことを示す例になります。一番左側が日本に送られた花瓶のデザイン画です。中央の背景が黒い絵が
見本帳になります。見本帳一番右の赤い点線で囲ったルビーレッド時バラ絵花瓶を見ていただくと、画面一番左のデザイン画と同じ図柄だとわかります。画面右側の写真は、このルビーレッド時バラ絵の図柄が実際に描かれた花瓶です。ルビーレッドの背景にバラが手書きされ、盛り上げでアール・ヌーボー特有の曲線が施されています。貴婦人がルビーレッドのドレスをまとっているかのような華やかな花瓶です。これもデザイン画と見本帳の2つが存在していたことを示している例になります。中央が見本帳です。見本帳とデザイン画、器の形状は異なりますが、同じ図柄です。右側の写真は実際にこの図柄が施された装飾盛り上げバラ絵花瓶です。バラが大きく描かれ、花瓶の上下に盛り上げとジュールが施されています。アメリカでオールドのりたけの愛好家が集っているインターナショナル日本コレクターズクラブのウェブサイトにもこの図柄の花瓶が載っています。ギャラリーのローズの中、8個目の花瓶ですのでご覧ください。こちらは白鳥の図柄の見本帳と花瓶です。美しい背景のぼかしに優雅な白鳥の姿が描かれ、さらに盛り上げでハスや水辺の植物が描かれている可愛らしい器です。これは左側に見本帳、中央と右がその図柄が施された実際の器になります。見本帳の上の段は鳳凰盛り上げ植木用飾り鉢です。画面一番右は形違いにはなりますが、同じ図柄の植木用飾り鉢です。盛り上げの技巧が光ります。そして見本帳の下の段、左側は超盛り上げ花瓶です。画面中央の器がその図柄の花瓶です。すみれの手書きされた背景に盛り上げで蝶が描かれています。蝶の盛り上げとジュールはまるでアール・ヌーボー期のペンダントのようです。こちらは見本帳の複製画になります。株式会社のりたけカンパニーリミテッドさんに依頼し、特別に作成していただきました。額縁の下部にオールドのりたけ、画像 A World of Fascination とあります。画像、その華麗なる世界という意味です。左側が見本帳、右側は装飾盛り上げ藤図花瓶です。藤が描かれた上にアール・ヌーボー期特有の装飾的な盛り上げが施されています。左側が見本帳、右側は秋草盛り上げ花瓶です。秋風に揺れる草花の様子が表現されています。左側が見本帳、右側は先ほど動画でご覧いただいたアール・ヌーボー装飾花瓶です。アール・ヌーボー期の建築装飾のような図柄です。では、セールスマンページズと器を見ていきましょう。こちらはセールスマンページズも器もビアマグです。黄色い背景に影絵のハンティングシーンが描かれた珍しい図柄です。
取っ手のエナメル盛り上げも忠実に描かれています。こちらは左側がセールスマンページズに描かれたビアマグ、右側は同じ図柄のウイスキージャグです。鹿の数は異なりますが、図柄の主題は共通しており、温かみを感じます。こちらは左側がセールスマンページズ、右側がその図柄が施された器です。アイスクリームセットと呼ばれるセットです。叙情的に描かれた冬景色が金盛りジュールで縁取られ、上品に仕上がっています。これも左側がセールスマンページズ、右側がその図柄が施されたお皿です。アメリカで Tree and Meadow、木と草地と呼ばれる図柄で人気を博し、かなりの数が量産されました。こちらは左側がセールスマンページズで黄色い背景にさんざしが描かれており、右側が配色は異なりますが、同じ図柄が施された花瓶です。これは先ほどと同じさんざしの図柄で、背景がピンク色のクリーマーです。INCC ジャーナルサマー2021によると、1893年当時の記事に、さんざしの図柄は人気があるとの記述があり、1921年の雑誌にもさんざし柄の商品広告があることから、かなり長い間人気の図柄であったことがわかります。こちらは左側がセールスマンページズ、右側がその図柄が描かれた花瓶です。アメリカで Man on a Camel、 ラクダに乗った人と呼ばれる図柄です。19世紀末から20世紀初め、ヨーロッパ諸国は競って中近東やアフリカの植民地化を進め、遺跡を盛んに発掘しました。そのため、砂漠の風景や古代文明を題材にした図柄が流行しました。今回はオールドノリタケのデザイン、画像その2をご紹介いたしました。次回はオールドノリタケの図柄5、恋まり模様をご紹介いたします。